これまで薬を作るってことの常識ってありましたよね。それが今、ガラッと変わろうとしてるんです。まさに革命ですよ。その中心にあるのが今日のテーマ、AI 創薬。このなんともすごいデジタルの道具箱。中身、早速一緒に覗いてみましょうか。まずはこの数字から。見てください。10年以上。これ何の時間だと思いますか？実は、たった一つの新しい薬が世に出るまでに、これまでかかっていた時間なんですよ。10年ですよ。いやー、ちょっと気が遠なくなりますよね。しかも、問題は時間だけじゃないんです。そう、お金ですよね。コストはなんと数千億円。とんでもない額です。この時間とコストっていう、もう高すぎる壁が、新しい薬を待っている人たちの希望をなかなか叶えられずにいたわけです。じゃあどうすればいいのか。このもう絶望的とされ言えるような壁をどうやって乗り越えるのか。そう、そこで出てくるのが今回の主役、AI なんですね。さて、AI 創薬っていう革命をまさに中心で支えているエンジンがあります。それがこのスキットラン。科学者たちの間では魔法の道具箱なんて呼ばれてるんですけど、一体これが何なのか見ていきましょう。このサイキットランっていうのは、簡単に言うと、世界中の科学者が使ってるめちゃくちゃ人気でパワフルな機械学習の道具箱なんです。プログラミング言語の Python で書かれていて、今や AI で薬を作るっていう世界では、もうこれがないと始まらないっていうくらいのスタンダードなツールなんですね。じゃあその道具箱には何が入っているのかっていうと、主にこの3つのすごいツールです。分類、予測、そしてクラスタリング。これらを使うと何百万、いや何千万ものの化合物の中から、これは薬になるかもっていう有望な候補だけを人間じゃ絶対に無理なスピードで見つけ出してくれるんですよ。でも、そもそも AI ってどうやって薬の候補なんてものを見つけ出すんでしょうか。ここが AI 創薬の一番面白くて賢いところなんです。だって AI に科学を理解させるわけですからね。そのためにはちょっと特別な工夫がいるんですよ。やり方は大きく2つのステップです。まず RD キットっていう翻訳機みたいなツールがあります。これが化合物の重さとか水に溶けやすいかみたいな性質を AI がわかる数字に変換してくれるんです。で、次にサイキットラーンがその数字のパターンをめちゃくちゃ勉強して、なるほど、こういう数字の並びのやつが病気に効くんだなっていうのを予測できるようになるというわけです。この AI に科学を教えるための、数字の言葉ですね。これを専門的には分子記述子って言います。これが本当に大事で、つまり人間が見てる複雑な科学の世界を AI が得意な数字の世界に置き換えてあげる。この翻訳技術こそが AI 創薬っていう革命のまさに土台になってるんですよ。しかも話はここで終わりません。最近この分野にまたすごいイノベーションがあったんです。それがサイキットモルの登場。これまでは科学のデータと AI モデルをつなぐのって結構プログラミングとか大変だったんですね。でもこのサイキットモルがその間をスムーズにつなぐ架け橋になってくれたおかげで、研究者たちはもっと直感的に、そしてとんでもないスピードで分析できるようになったんです。さて、ここまで理論的な話が多かったんですけど、それって本当に実現してるのって思いますよね。もう夢物語なんかじゃないんです。実際に研究室を飛び出して医療の現場でちゃんと成果として形になり始めてるんですよ。その代表例がこれ。インスリコメディシン社が開発した薬なんですけど、何がすごいかって、この薬、病気の原因になるターゲットを見つけるところから、じゃあそれに効く薬の形はどんなのがいいかっていう設計まで、ほぼ全部 AI がやったっていうんですから、驚きですよね。この流れを見てもらうと AI の凄さがよくわかります。まず AI が難病の敵を見つけ出す。次にその敵にぴったりはまる全く新しい薬をデザインする。そしてついに人間での臨床試験フェーズ2まで進んでかなりいい結果が出てるんです。これ普通にやったら何年もかかるプロセスをとんでもなく短縮したまさに革命的なことなんですよ。もちろん人の命に関わる薬ですから、AI が作ったって本当に大丈夫なのっていう心配ありますよね。そこはすごく大事なポイントです。アメリカの FDA みたいな規制当局もちゃんとそこは見ていて、
AI が作る薬のための新しいルールを急いで作ってるんです。例えば、AI がどうしてその結論を出したのか、ちゃんと説明できるようにしたり、AI の判断に変な偏りがないか厳しくチェックしたり、こういう地味な取り組みが未来の医療の信頼につながっていくんですね。でも、AI 創薬の進化はまだまだこんなもんじゃないんです。次のステージは AI とロボットの合体。いやもうこれ SF 映画の世界ですよ。自己駆動型。つまり自分で考えて自分で動く研究室っていうのが出てきてるんです。この未来の研究室でめちゃくちゃ重要な役割を果たすのがアドメット予測です。これアドメットというのは薬が体の中でどう吸収されてどこに行ってどう変化してどう排出されるか、そして毒性はないかというのを頭文字で取ったものなんですけど、要するに AI が薬の安全性をコンピューター上でシミュレーションしてくれる技術なんです。これがあると危なそうな薬は動物実験とかをするずっと前の段階でこれはダメだねって弾ける。これって効率も上がるし倫理的にもすごく良いことですよね。で、この自己駆動型の研究室ではこの DMTA っていうサイクルがもう勝手にずっと回り続けるんです。まず AI が実験を設計、デザインして、それをロボットが作成、メイクする。で、自動の機械が試験、テストをして、その結果をまた AI が分析、アナライズして、じゃあ次はこうしようって次の計画を立てる。このデザイン、メイク、テスト、アナライズっていう完璧なループが人間をはるかに超えるスピードと正確さでぐるぐる回り続けるわけです。これがもたらすメリットって本当に計り知れないですよ。だって24時間365日研究が止まらないんですから。人間みたいに疲れたりミスしたりもしない。そして何よりスピード。もう今までの創薬とは比べ物にならない前代未聞のスピードで開発が進んでいくことになります。さて、ここまで聞くと、じゃあもう人間のやることなくなっちゃうのってちょっと不安に思うかもしれません。でもそれは違うんです。これは AI が人間にとって変わるっていう話じゃなくて、AI と人間が新しい関係を築いていくっていう、そういう話なんですよ。まさにこの言葉が全てを表していると思います。AI は患者さんへ希望を届けるための強力なパートナーなのです。そうですよね。結局、どの薬をどう使うか、最終的な判断を下して、患者さんの気持ちに寄り添うのは私たち人間の仕事です。AI はそのための最高に賢くて頼りになる相棒なんですよ。10年以上の時間と数千億円っていう莫大なコスト。そんなこれまで当たり前だった創薬の常識を AI っていうデジタルの道具箱が今まさに書き換えようとしています。今まで治療法がなくて諦めていた病気に光が当たる未来。それってもうすぐそこまで来てるのかもしれません。さて、最後に皆さんに問いかけたいです。AI が次に克服する難病、それは一体何だと思いますか？